こんにちは、おつつです。こんにちは。日本語講師のゆりです。このポッドキャストでは、日本人の価値観や食べ物、日本の文化、日常をテーマに自然な日本語で会話します。会話の種類と難しさは、毎回、網だくじで決めています。今日の会話の種類は関西弁です。会話の難しさは、N 語から N3 です。楽しみながら日本語のリスニングにチャレンジしてください。今日のテーマは、肩こりっちゅう単語やねん。肩こりか。今もちょっとなってるわ。ああ、やっぱなるんや。なる。ゆりさんもうん。僕もパソコンの前で仕事してたり、スマホ触ってる時に肩凝ったなーって思うことがあるんよ。あるで。めっちゃある。せやろ？いや、ただな、この肩こりって、日本人にとってはすごい共通の認識やねん。うん。CM にも普通に出てくるぐらいや。でも、うん。海外では肩こりっていう概念自体がないらしいんやわ。え、そうなん？言葉がないっちゅうこと？そうそう。肩こりっていう言葉自体が存在せえへんねんて。うーん。ただ、似たような症状はもちろんあって、えっとな、肩や首が痛いって表現するらしいで。なるほどなあ。痛いって言うんやね。英語で近い表現調べたら、ネックペインとか、マッスルペイン。えっとな、筋肉の痛みやって言ってんねん。でも、日本人は肩が重いとか凝ってるってよう言うやろ？言うな。うん。うん。肩が重いとか凝ってるって海外の人は言わへんのやね。そうそう。せやから、海外の人からしたら、肩こりってなんやってう思うかもん。しれへん。うん。うん。せやけど、みんなな、首や肩の痛みに近いもんやと思ってもろたらええで。ただ、なんやろ、肩が痛いって言われたら、日本人の感覚やと病気ちゃうかって心配になるな。ああ、せやな。だから、海外の人と話すときは、ちょっと注意した方がええかもしれへんな。うーん、おもろいな。そうで、だってな、ほんまにさらにな、この肩こりっていう言葉が日本で広まった理由が、明治時代の小説家の夏目漱石が自分の小説の中で肩が凝るって書いたのがきっかけやったんやて。ええ、それで一気に広まったんや。そうらしいで。あ、しかもさ、日本人って昔からさ、肩叩きってしてたやんか。やったやった。子供の頃、うん。言いにくいよな、肩叩きって。肩たたき券作って母の日に渡したわ。言いにおー、くい。せやろ？うん。言いにくいよな、肩叩き。だからそういう親の肩を叩くっていう文化もあるから、日本人は子供の頃から肩こりって意識してるんやけどな。うせやん。から、肩こりっていう単語自体にも敏感なんかもしれへんな。確かに。なんか逆に海うん。外にはあって、日本語にはない言葉っていうのも気になるな。ああ、確かにそれもおもろいテーマやな。ぜひリスナーのみんなからも、そういう日本語では表現しにくいけど、海外にはある言葉教えてもらえたら嬉しいな。うん。楽しみやな。よし。ほな、今日はこの辺にしとこうか。はい。今日は関西弁を喋ってみましたが、どうでしたか？
ちょっと難しかったかもしれません。日本語にはないかもっていう言葉を思いついたら、ポッドキャストのコメント欄で教えてください。楽しみにしています。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。